失敗の予感しかしない。よし、日本っぽいって言えば何かな。身に詰まってるのか？あんたもアイデア出しなさいよ。もっと話してるじゃん。冷蔵庫にあったから出してみただけよ。せめて何作るか考えてから始めてよ。何言ってるの。料理上手は冷蔵庫にあるもので美味しいものを作るものなのよ。せめて何作るか考えてから始めてよ。嘘よ。やふ私ヘルシーっぽいものは食べない主義なの。ひどい主義もあったもんだ。それに豆腐なんか味もないし噛み応えもないじゃない。そこまでけなしておいてと使うんかい。そんな豆腐をぐっちゃぐちゃにすりつぶします。料理チャンネルとは思えない表現だね。麹マシマシ味噌登場。これもぐっちょんぐっちょんにします。ダメだ、取りつかれてる。無添加の鶏ガラスープの素も入れます。これさえあれば間違いなし。すり鉢が小さすぎたようですね。今日も計画性ゼロだね。さらにドロッドロになるまで混ぜていきます。もう何も言いません。低温圧搾のごま油投入。何それ？ふふふ。じっくり美味しくごまから油を搾取するやつよ。キモい表現。さらにごまもすります。どうでもいいけど、マジでどんなラーメンを作るの？そうかそうか。そんなに知りたいか。そういうことにしておきます。要は和風な感じを前面に出したラーメンってことよ。全然わからない。彩りを良くして映える麺と具材を作ればいいんです。やっぱりわからない。ほら、豆腐とか抹茶とかそういうやつよ。抹茶。麺に色をつけるのはリスキーって前に言ってなかったっけ？ということでナスを切っていきます。家が独尊だね。何か言った？今度から甲冑着てきます。さあ、ナスを水につけてからしっかり水気を切ったら次は麺に取り掛かります。サイコパス。やっぱり和風の麺ということで茶そばならぬ茶ラーメンを作っていきたいと思います。嫌な予感 100%。 なんでよ。黒い麺の時は竹パン入れすぎて失敗したし、青い麺の時は寒水と化学反応して緑になったじゃないの。そんなことありましたっけ？記憶力どうなってるんだ？大丈夫。調べたところ緑茶はアルカリ性、寒水もアルカリ性なので化学反応は起きません。鳥にしか聞こえない。せっかく作るのだからいいお茶を入れましょうね。お湯は沸騰したものをいきなり入れないで、一旦別の容器に入れて冷ましてから入れます。何を聞いても鳥にしか聞こえない。1分ほど待ったら茶こしでこします。緑茶のいい色が出てますね。このまま飲んだ方がいい気がする。さあお待ちかねの白い粉登場。はいはい。寒水を入れてよくかき混ぜます。意外と大丈夫そうね。そうですね。あれ？本当に？いや、気のせいか。茶色になってるやん。お茶の色なんだから茶色なのは当たり前でしょ。いや、その茶色じゃなくて茶色の茶色。何言ってるの。失敗は認めた方がいいよ。アルカリ性のはずの緑茶がなぜ茶色に変化してしまったのでしょうか。わかる人がいたら教えてください。ほうじ茶色ってことでこのままこれを使うか、それとも諦めるかだね。諦めるなんて言葉は我が輩の辞書にはないのだ。いや、こんなこともあろうかと自然着色料を注文しておいたのだ。失敗前提で用意してたのか。用意周到と言いなさい。初めからこれ使えばよかったんじゃないの。住んでいるところが田舎すぎて Amazon からやっと届いたのよ。それに着色料使ったら緑茶麺とは言えなくなってしまうからね。どうでもいいけど、なんで動画がボラギノールの CM みたいにカクカクしてるの？これは GoPro の設定が何か間違っていて早送りみたいに撮れてしまっていたので、動画の速度を落としたらこうなったんです。カメラも使いこなせてないんかい。一人で料理作りながら撮影するのは意外と大変なんですよ。ところでこれってなんでできてるの？緑はほうれん草の色素よ。匂いはほんのり野菜の甘い感じがします。麺の味に影響するかな？どうでしょうね。ほうれん草ならまずくはならないでしょう。確かに。さてここで白い粉再登場。これで色が変わったら面白いけどね。本当にうまくいってほしい。おお、しっかりした緑色。素晴らしいですね。面白くはないけどね。あんた、料理に何を求めているのよ。ここはネタ料理チャンネルじゃなかったの。あれ？なんか雰囲気変わってない？よくぞ気づいたね。テーブルが綺麗になってる。そうなのよ。前まで使っていたテーブルが古すぎて、イカスミやバタフライピーの汁がついて取れなくなってしまってたので、いい加減買い替えようと思って見に行ったら、3軒店をはしごしたけど手頃でいいのがなかったのよ。在庫がなかったりね。それで盗んできたと。そうそう。夜中にこっそりとね。
なんでやねん。じゃあどうしたの？机がなければ作ればいいじゃないの。そんな簡単に作れるもんなのか。ホームセンターでいい感じの木材があったから、それを買ってきてニスを塗って足を金具で取り付けたら、意外とおしゃれなテーブルが出来上がったってわけよ。料理以外に DIY もできるとは。中の人はなければ自分で作ればいいっていう考えだからね。料理に凝り出したのも田舎に引っ越して近くに美味しい店がなくなってしまったからって理由なの。ほんまかいな。正直とんかつとインドカレー、うな重以外は自分で作った方が美味しいと中の人は熟しているらしいわ。すごい自信だね。さて琉球松の木目が美しいこのテーブルで麺を打っていきます。結構濃い緑の液体を入れたのに白っぽいね。まだこねてみるまで分かりませんが、初めは優しく粉に水を行き渡らせていきます。今回はこれまでの色付き麺の失敗を生かして無難に加水率は 40% にしました。加水率ってそんなに変わってくるの？ラーメンの加水率は 35% とか低い方が麺が出来上がった時にスープを吸いやすくなるので、いわゆるスープに絡みやすい麺が出来上がります。弾力もムッチムチになります。加水率が 40% を超えてくるとプリプリの透明感ある麺になって、これは好みの問題ですが、麺には絡みにくくなります。そうなんだ。パスタでアルデンテとかいうのとは違うの？それは乾麺の話ですね。これはあくまで生麺の話なので乾麺には関係ないです。加水率が低い時の注意点としては、いきなりこねにかかろうとしないで、まんべんなく均一に水が粉と混ざるようにする時間をしっかりかけることです。これをしないと後からモロモロになって生地がまとまりません。前回の濃い麺の時はモロモロになってたね。今回も混ぜ物をしたので無難に加水率少し高めでいきます。なるほど。しっかり混ざってきたら徐々に生地をまとめていって、軽くこねて生地を一つにします。今回は綺麗な緑色になったね。バッチリですね。ここで30分ほど生地を寝かせます。いい感じにしっとりもちもちになっていますね。何この和風な器？これはそば打ち用の器です。漆器みたいで可愛いね。食の YouTuber としては器にも気を使いたいものですね。登録者する人ピタしかいないけどね。伸びしろしかありませんね。超ポジティブ。無理にこねようとしないで優しく伸ばしてあげる感じにします。ほら、生地の声が聞こえてくるでしょう。ほんまかいな。さあお待ちかね。皆さん大好きパスタマシン。3度の飯より麺が好き。これにぶち込めば誰でも簡単に麺が伸ばせます。また無理やり分厚いまま通そうとしてないか。大丈夫。パスタマシンの実力なめたらあかんぜよ。ほら、生地が破れちゃったじゃない。あら、なんとかなるっしょ。毎回学ばないな。ほらほら、この抹茶のように美しい生地をあなたは見たことがありますか？ほうれん草だけどね。破れた生地も2枚重ねてくっつけていけば、この通りツルッツルのもっちもちになります。この人、リカバリー能力だけはすごいんだよね。そして麺をカットする時が来ました。デビルカッター。あんたは昭和の生まれか。中の人がおじさんなだけです。毎回たまには包丁できるところを見せようと思っていて忘れるんですよね。地方老人だね。そこまで年は取ってません。美しい緑の帯のような麺が完成しました。ほうれん草の色素と分かっていても茶そばの味が口の中によみがえる。どんな口してるのよ。さてフライパンに油を敷いてナスを炒めていきます。意外と丁寧にやるのね。もちろんですとも。おりゃあ、麺を茹でるお湯を沸かしている間に春菊を切っていきましょう。いきなり春菊登場。あの彩りですね。優しい苦味と風味が味を引き立ててくれるはずです。ほんまかいな。春菊はさっと茹でたら OK です。いよいよ主役のラーメンを茹でていきましょう。待ってました。今日の麺は幅広ペロペロ麺です。ペロペロ麺って何？極太よりちょっと薄めで食べた時にペロペロ入っていく感じです。おかんって難しいね。茹で時間は3分半。茹で上がったらさっと水で締めてシャキッと水を切ります。今日はほんと美味しそう。春菊をのせてナスもきれいに並べたら豆腐味噌ソースをのっけて完成です。うまそうにしか見えない。とどめに家で漬けた4年ものの梅干しをトッピング。4年ものはすごい。そば打ち用の器に盛り付けたことで和の雰囲気が強くなりましたね。梅干しの赤、豆腐の白、麺の緑でイタリアの国旗みたいだけどね。初めは抹茶を大量にかけようと思っていましたが、これで十分美しいので完成とします。忘れてただけでしょ。それは言わない約束でしょ。汁なしラーメンなのに。作った本人が笑ってるやん。と
ということで実食。いただきます。どうでしょう。美味しいのかどうですか。とりあえずちょっと絡めていい色。今日はいい色です。いただきます。何言ってるのかわからないね。これはニューウェーブです。これはニューウェーブだそうです。なんやそら。これはうまい。これは味噌つけ麺的な豆腐のね、これがいい感じ。豆腐のこれがいい感じとのことです。相変わらずだね。遅くすると自家製豆腐のクリーミーさと味噌の甘みが深い味わいを出しつつ、梅干しのまろやかな酸味がパンチを出しているということです。マジか。お腹すいたわ。ちょっと味が薄かったのでピンク岩塩を追加。どこが和風やねん。自分で食べるので基本だしの味がベースで薄味にしています。つい最近まで中の人はお気に入りの沖縄そばの店の味を追い求めていて、かなり近づいているのに何かが足りないと思っていましたが、塩をいつも入れないぐらい多くしたら店の味になったというエピソードもあります。やっぱ外食は塩分多いよね。インドカレーも塩と油を足したら店の味になりました。家で作るに越したことないね。これうまい。もっちもちの麺で満足しているようですね。よかったね。ということで今回はこれで終わり現場からでは以上です。今日は猫パン出てこなかったね。す。肉と魚が入っていなかったので黒タンは来なかったようです。いやではではまた次回をお楽しみに。またね。高評価とチャンネル登録もよろしくね。またね。じゃあね。